んにちは。ミルです。今日はなぜ日本の家は寒いのかというお話をしたいと思います。冬ね、家の中寒いんですよ。コンビニとかスーパー、デパートなんかに行くとね、すごくあったかいって感じるんですが、日本の家、私の実家の話なんですが、結構寒いです。だからね、冬は家の中でヒートショックによって亡くなる方も多いんですね。で、今日はなぜ日本の家は寒いのかというお話なんですが、これはね、私の住む場所、東京、さらにはね、私の実家を例にした話です。北海道出身の友人に聞いたらね、家の中はものすごい暖かいと言っていました。なのでね、地域差というのがあるので、日本全国という話ではないということをご承知おきください。日本の家は冬、なぜ寒いのか。結論です。日本の家は夏のための家だからです。日本の家っていうのはね、冬じゃなくて夏に結構全力投球して作られてきたそうなんですね。日本の最大の敵、それはね、冬の寒さというよりも夏の湿気ということなんです。湿気によってね、カビたり腐ったりしてしまいます。昔はね、エアコンなどはありませんでしたから、日本の家は熱を閉じ込める家ではなくてね、風を通して湿気を逃がす家づくりをしてきたそうなんですね。その結果、冬は寒いということになってしまったようです。私の実家の話ですが、私の小さい頃を思い出すとね、夏は確かに風通しがとても良かったです。そもそもね、私が小さい頃というのは、最高気温がね、30度になったっていうだけで大騒ぎだったんですよ。今ではね、30度って聞くとね、あら、ずいぶん涼しいなって思うかもしれないんですが、昔はね、言っても28度とかで30度なんて言ったら本当にね、テレビで見てね、30度なんて言ってね、本当にね、驚いたものです。ですから、今の夏の暑さとはね、ちょっと違うんですが、昔はね、夏、家の中は本当によく風が通って快適だったなーっていうことを覚えています。でね、冬は寒い。はい。もうね、隙間風ピューピューです。はい。ということでね、次は家の構造についてお話をしたいと思います。日本の家、今まで何度も言っていますが、私の実家のお話なんですがね、隙間がとにかくたくさんありました。部屋と部屋をね、障子で仕切っていたんですね。障子、和紙と木の枠でできています。これがね、夏はいいんですが、冬はね、結構寒いんですね。ガラスとかね、壁と違って完全に閉じない。うちだけだったのかちょっとわからないんですが、部屋と部屋をね、仕切っているんですが、やっぱね、ちょっと隙間があるんですよ。なのでね、近づくと、そのね、障子に近づくとスー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 ね、風が冷たいね、空気を感じていたんですね。で、あとはね、床下がスカスカ。これね、実際に見たんですよ。びっくりしました。日本の家の多くは、地面に直接床を作らないで、床下にね、空間を作るんですよ。これもね、湿気対策ということなんですが、玄関って皆さん、日本の家上がるとき、玄関ちょっと高くないですか？玄関じゃない。玄関入って、で、靴を脱いで、上がりますよね。そこがね、高いんですよ。で、うちはね、3、40センチあったと思います。はい。だから、地面の上からね、3、40センチ上に床を作っていたんですね、うちの場合ね。でね、これね、実際ね、実は見たことがあって、ずっと昔なんですが、飼っていた猫、家の中で飼っていた猫がいなくなってしまったんですね。で、外に逃げちゃったのか、家の中のどこにいるのかっていうのがちょっとわからなくて、家の周りも探したけどいない。で、家の中もいない。でも、どこにもいなくて、どこ行ったんだろう、どこ行ったんだろうって何日も探していたんですね。で、もしかしたら、ここかなって思ってね、最後、1階の部屋の畳をね、外したんですよ。
まさかね、猫ちゃんがね、自分で畳を外して、床下に入るっていうことはないんですが、一応ね、探せるところは全部探そうって言ってね、1階の部屋の畳を外すことにしたんですね。それで畳を持ち上げたんですよ。そうしたらね、木の枠の上に畳が置いてあるっていう状態だったと思うんですよ。なんかね、畳を持ち上げたら木の枠があって、で、30、40センチぐらいね、空間があって、下にね、地面があったんですね。それがね、強烈だったんですよ。だからね、1階の部屋の、いつもね、畳の上に座布団敷いてこう座っていたんですが、そのね、畳を外したらもうね、スカスカなんですよ。地面とその畳までのね、空間が30センチぐらいあってもうスッカスカで、やっぱりね、すごく冷たかったんですよ。そりゃ冬は寒いですよね。で、ちょっとね、猫ちゃんね、さっき猫ちゃん探すために畳を外したって言ったんですが、猫ちゃんはね、結局そこにもいなくて、外に出ちゃったみたいなんですね。で、数日後無事に帰ってきてよかったっていうことになったんですが、とにかくね、スッカスカな床の上に畳を敷いているだけだったんでね、それは寒いよなっていう感じですね、冬。はい。まあもしかしたらこれはね、うちだけの話なのかもしれないんですが、ただね、日本の家ってこう、さっきもね、お話ししましたが、玄関開けて入るとね、靴脱いで、じゃあ上がってくださいって言われるじゃないですか。そう、上がるんですよね。30センチ、40センチぐらいね、上がるんですよ。はい。なのでね、こういう作りのお家っていうのは多いと思います。で、暖房の話なんですけど、昔の日本、まあ今もそうかもしれないんですが、昔の日本はね、家全体を温めるというよりも、こう火鉢の周りに集まって暖を取ったりね、あとはこたつに入るとかね、人を温めることはできるんですが、家全体を温めるっていう構造ではなかったんじゃないかなって思うんですね。これもね、小さい頃を思い出すと、ストーブをつけていても、やっぱりね、部屋全体があったかいっていうよりも、ストーブの周りがあったかかったんですね。なので、ストーブの前っていうのはね、取り合いだったんですよ。人間も犬もね、ストーブの前で暖を取るっていうのをやってました。で、さっき言ったようにね、こう、家全体が温まらないので、お風呂場とかね、廊下、台所、トイレっていうのがね、ものすごく寒かったです。だからね、日本の家っていうとね、ちょっと言い過ぎなんですが、私の実家、冬はものすごく寒かったです。で、最近ですね、建築物省エネ法というのが改正されて、2025年の4月から新築住宅の断熱性能の基準が義務化されたそうなんです。国のね、基準に合うように作らなければならなくなったそうなんですね。だからね、今までそういう基準がなかったということなんでしょうか。はい、ちょっとね、詳しくはわからないんですが、とにかくね、2025年4月ですね、義務化されたということでね。なので、新しいお家はね、昔の家よりはずっとあったかいんじゃないかなと思います。ということで、今日は日本の家はなんで冬寒いのというお話でした。じゃあ、バイバイ。